License Service。いつもご視聴していただき、ありがとうございます。この動画は、標識表示の練習問題の特集です。仮免試験でも、本免試験でも必ず一定の割合で出題されていますので、免許試験合格のためには欠かせない項目です。そして、標識などの学習には、目で見て覚えることも重要ですので、ぜひ、見て聞いてご活用ください。それでは始めます。クエスチョン1、この標識のある道路は、車両は通行できないので、普通自動二輪車から降りて押して通行した。回答は間違いです。通行止めの標識の意味は、歩行者も車も路面電車も通行できないので、たとえ普通自動二輪車から降りて歩行者とみなされても、通行することはできません。クエスチョン2、この標識は展開禁止の始まりを示すので、標識を通過すると展開することができない。回答は間違いです。この補助標識は左に向いた赤色の矢印なので、交通規制の終わりを示します。標識を通過すると展開することができます。クエスチョン3、この標識のある場所では、車と路面電車はすぐに停止できるような速度で進まなければならない。回答は正解です。この標識は徐行を示す標識なので、車と路面電車は危険を避けるため、すぐに停止できるような速度で進まなければなりません。クエスチョン4、この標識は近くに幼稚園や小学校があり、園児、児童が通行する横断歩道があることを示している。回答は間違いです。この標識は歩行者専用を表し、歩行者だけの通行のために設けられた道路を示しています。クエスチョン5、この標識のある道路では、地上からの高さが 3.3 メートルより高い車は通行することができないことを示している。回答は正解です。この標識は、車に積んだ荷物の高さも含めて、地上からの高さが表示されている高さを超える車は、通行できないことを示しています。クエスチョン6、この標識がある区間内の見通しが利かない、交差点や曲がり角や上り坂の頂上では、警音器を鳴らさなければならない。回答は正解です。警笛区間の標識がある道路では、左右の見通しの利かない交差点、見通しの利かない道路の曲がり角と上り坂の頂上では、警音器を鳴らさなければなりません。クエスチョン7、この標識のある道路を通行している時でも、左右の見通しの悪い交差点を通るときは、徐行して通行しなければならない。回答は間違いです。この標識は優先道路を示す標識なので、左右の見通しが利かない交差点を通行するときでも、徐行しないで通行することができます。クエスチョン8、交通整理が行われており、この標識のある交差点を原動機付き自転車で右折するときは、2段階右折の方法により右折しなければならない。回答は間違いです。この標識は、原動機付き自転車が自動車と同じ方法により右折しなければならないことを示しているので、交通整理が行われ車両通行帯が3以上あっても、小回り右折をします。クエスチョン9、この標識のある道路は、普通自動車が通行できないことを示しているので、準中型自動車で通行することができる。回答は間違いです。この標識のある道路で準中型自動車を運転することはできません。この標識は大型自動二輪車や普通自動二輪車などは通行できますが、その他の自動車が通行できないことを示しています。
クエスチョン10。この標識のある道路では、歩行者が横断をしてはいけないことを示している。回答は間違いです。この標識は歩行者通行止めを表し、この標識のある道路では歩行者が通行することができないことを示しています。クエスチョン11。この標識がある道路では、大型貨物自動車は通行することができないが、普通貨物自動車は通行することができる。回答は正解です。この標識は大型貨物自動車等通行止めを表し、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車が通行することができません。クエスチョン12。この標識がある車両通行帯でも、小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は通行することができる。回答は正解です。小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は、一番左側の車両通行帯が路線バス専用通行帯に指定されている場合でも、例外を除き、この通行帯を通行しなければなりません。クエスチョン13。この標識のある道路では、道路の中央から右側部分にはみ出さなくても、自動車や原動機付き自転車を追い越してはならない。回答は間違いです。この標識は追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止なので、道路の右側にはみ出さなければ追い越しをすることができます。クエスチョン14。この表示から先の道路では、展開禁止区間の終わりを表しているので、展開をすることができる。回答は正解です。この表示は交通規制区間の終わりを示しているので、表示されているところを通過すると規制を受けないで運転することができます。クエスチョン15。この標識は、この先に踏切があることを示している。回答は正解です。踏切ありの注意を表している警戒標識です。この先に踏切があるので、安全に停止できるように減速を始めます。クエスチョン16。この標識は、一方通行の出口などに設けられ、車は標識の方向から進むことができないことを示している。回答は間違いです。この標識は、車両通行止めの標識であり、この標識のある道路は、自動車、原動機付き自転車、軽車両が通行できないことを示しています。クエスチョン17。青い車が走行する車両通行帯から、矢印の示す左側の車両通行帯へ進路を変えることができる。回答は間違いです。車両通行帯が白の線で区画されている場合でも、自分の通行帯の側に並行して黄色の線が引かれているときは、この線を越えて進路を変えることはできません。クエスチョン18。この標識は、この先の道路で車線が少なくなることを示しているので、通行する車両通行帯に注意が必要である。回答は間違いです。この標識は幅員減少で、車線数減少ではありません。この先の道幅が狭くなりますので、対向車との行き違いなどに注意が必要です。クエスチョン19。この表示は、立ち入り禁止部分を示し、この中に入って通行してはいけないことを表している。回答は間違いです。この表示は停止禁止部分で、消防署の前などで交通の混雑により動きが取れなくなるときは、この中に入ってはいけません。クエスチョン20。
この標識がある道路では、大型二輪免許を取得して1年が経過したものでも、側車付きを除き、普通自動二輪車や大型自動二輪車の2人乗りができない。回答は正解です。この標識は、側車付きを除き、運転経験に関係なく普通自動二輪車や大型自動二輪車は、2人乗りをして通行することができないことを示しています。クエスチョン21。この標識のある道路は、学校、幼稚園などの通学路を示し、車は通行してはいけない。回答は間違いです。この標識は、近くに学校、幼稚園、保育所などがあることを示し、子供などの通行に注意を促す警戒標識で、通行禁止ではありません。クエスチョン22。この道路表示は、この先に交差点があることを示している。回答は間違いです。この道路表示は、この先に横断歩道や自転車横断帯があることを予告している指示表示です。クエスチョン23。この標識のある車両通行帯を普通車で通行している時に後方から路線バスが近づいてきたが、すぐ先の交差点を左折するのでそのまま通行した。回答は正解です。路線バスなど以外の自動車で交差点を左折するときは、左端の通行帯がバス優先通行帯に指定されている道路で、後方から路線バスが近づいてきた場合でも、そのまま通行できます。クエスチョン24。この標識のある道路は、車、路面電車が通行できないだけでなく、歩行者も通行することができない。回答は間違いです。この標識は通行止めではありません。駐車や停車をしてはいけないことを示す駐停車禁止の標識です。クエスチョン25。この標識のある交差点では、前方の信号が赤や黄色であっても、歩行者など周りの交通に注意しながら左折することができる。回答は間違いです。赤や黄色の信号で左折はできません。この標識のある道路は一方通行で、矢印の示す反対方向には通行できないことを表しています。クエスチョン26。この標識は道路の中央線のあるところを表しているが、中央線は必ずしも道路の中央にあるとは限らない。回答は正解です。片側が1車線、反対側の道路が2車線など、左右が非対称の道路や、交通量に応じて中央線の位置が変わる道路があります。クエスチョン27。この標識がある道路では、総排気量 125cc 以下の普通自動二輪車や原動機付き自転車、ミニカーは通行することができません。回答は正解です。この標識は高速自動車国道または自動車専用道路を示し、どちらの道路も総排気量 125cc 以下の普通自動二輪車、原付、ミニカーは通行することができません。クエスチョン28。この図のような幅の広い路側帯のある道路で駐停車する場合は、路側帯の中に入って車の左側に 0.75 メートル以上空けなければならない。回答は間違いです。路側帯の幅が広い場合でも、実線と破線の路側帯は駐停車禁止路側帯なので、この中に入って駐停車できません。車道の左端に沿って駐停車します。クエスチョン29。この図の表示は優先道路を示すものであるから、この表示のある道路を通行する車が前方の交差道路を通行する車より先に進むことができる。
回答は間違いです。これは前方優先道路の表示で、この表示がある道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示しています。クエスチョン30。この表示板のある信号交差点では、車はその信号に関係なく、歩行者や周りの交通に注意しながら左折することができる。回答は正解です。これは左折かを示す表示板で、信号が赤や黄色でも、車は他の交通に注意しながら左折することができます。この場合、信号に従って通行している歩行者などの通行を妨げてはいけません。クエスチョン31。この標識は、交差点で進行する方向別の通行区分を示しているので、この標識が表示する車両通行帯は、右折ができない。回答は間違いです。これは指定方向外進行禁止の標識で、この標識が表示されている交差点では、指定されている方向にしか進むことができないことを示しています。クエスチョン32。この標識が表示されている場所では、軽音器を鳴らしてはいけないことを示している。回答は間違いです。この標識は、警笛鳴らせの標識で、この標識が表示されている場所では、車の運転者は軽音器を鳴らさなければなりません。クエスチョン33。この標識は、学校、幼稚園、保育所があることを知らせており、特に子供の通行に注意しなければならないことを表している。回答は間違いです。この標識は横断歩道があることを示しています。学校、幼稚園付近にある横断歩道は、この標識が使われ、子供の横断に注意が必要です。クエスチョン34。この標識のある道路では、法令の規定による場合や危険防止上やむを得ない場合を除いて、表示されている最低速度に達しない速度で運転してはならない。回答は正解です。この標識は最低速度を表しています。法令の規定による徐行などや、やむを得ない場合を除いて、時速 30km に達しない速度で運転してはいけません。クエスチョン35。この標識のある道路は、自動車や原動機付き自転車は通行してはいけないが、自転車であれば通行することができる。回答は間違いです。自転車も通行することができません。この標識は車両通行止めを表し、自転車も車両であるため通行することができません。クエスチョン36。この標識のあるところでは、交差点を右折することができない。回答は間違いです。この標識は車両を横断禁止です。交差点の右折を禁止するものではなく、道路の右側の施設に入るための横断が禁止です。左側への出入りのための横断はできます。クエスチョン37。この標識は自転車道や自転車専用道路を示している。回答は間違いです。この標識は自転車道や自転車専用道路ではありません。自転車が横断するための横断帯を示しています。クエスチョン38。この表示は前方の交通状況により、この表示の中で停止する恐れのあるときは、この中に入ってはいけないことを示す停止禁止部分である。回答は間違いです。この表示は停止することを禁止している停止禁止部分ではなく、この中に入って通行することを禁止している立ち入り禁止部分です。クエスチョン39。
この標識は、この先の道路で左側から車が合流してくることを示している。回答は正解です。この標識は合流交通ありを示しています。合流してくる車があるときは速度を落としたり、場合によっては追い越し車線に移ることも必要です。クエスチョン40。この表示の路側帯は、この路側帯の中に入って駐停車することはもちろん、軽車両の通行もしてはいけない。回答は正解です。2本の実線の路側帯は歩行者用路側帯で歩行者のみが通行できます。車はこの路側帯の中に入って駐停車したり通行することはできません。クエスチョン41。この2つの速度を規制する標識の意味は同じである。回答は間違いです。補助標識の意味が違います。補助標識の右向き矢印は始まりを意味し、別の補助標識は終わりを意味します。クエスチョン42。この標識は、中央分離帯などが設けられていない対面通行の道路であることを示し、対向車と正面衝突しないように注意しなければならない。回答は正解です。この標識のある道路は、中央線や中央分離帯などのない対面通行の道路であることを示していますので、対向車に注意が必要です。クエスチョン43。この標識は、矢印の示す反対方向には進むことができない一方通行の道路を表している。回答は間違いです。この標識が交差点にあるときは、その交差点を直進しかできないことを示しています。矢印の方向以外に進むことができない指定方向外進行禁止の標識です。クエスチョン44。この標識のある道路では、自動車や原動機付き自転車を追い越すため、進路を変えたり、前の車の横を通り過ぎてはならない。回答は正解です。この標識は中央線から右にはみ出さない場合であっても、自動車や原動機付き自転車の追い越しをしてはいけないことを示しています。軽車両は追い越すことができます。クエスチョン45。この標識のある左右の見通しの利かない交差点では、停止線の直前で停止しないで、左右の安全確認ができるところまで交差点に入ってから一時停止するのが良い。回答は間違いです。一時停止の標識のあるところでは、停止線があるときは、停止線の直前で一時停止するとともに、交差道路を通行する車などの通行を妨害してはいけません。クエスチョン46。車は軌道式内を通行してはいけないが、この標識によって、軌道式内の通行が認められた自動車や、右左折などをするときは通行することができる。回答は正解です。この標識があるときは、自動車は軌道式内を通行することができます。ただし、後方から路面電車が近づいてきたときは、そこから出るか、十分な距離を保たなければなりません。クエスチョン47。この標識は、この先の道路が工事中であり、通行できないことを示している。回答は間違いです。この標識は通行止めではありません。前方の道路が工事中であることを示す警戒標識で、道路工事の状況に応じて注意して通行しなければなりません。クエスチョン48。この標識のある道路は滑りやすいので注意が必要である。回答は間違いです。
これは右左つづら折りありの標識です。つづら折りとは連続して続くカーブの坂道のことで、この標識の場合は右から始まる連続したカーブの坂道を示しています。クエスチョン49。この表示は展開禁止の終わりを示しているので、表示の先の道路では展開をすることができる。回答は間違いです。この表示は展開禁止の終わりではありません。車が展開をしてはいけないことを示しています。クエスチョン50。これは路面電車に乗降する人や道路を横断する歩行者のために作られた安全地帯があることを示す標識である。回答は正解です。この標識で示された安全地帯は、歩行者の安全を確保するための場所で、歩行者のいる安全地帯のそばを通るときは、徐行しなければなりません。これで終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画はできるだけ早く投稿しますので、学科試験準備にどうぞご活用ください。ご視聴いただきありがとうございました。